天体観測に行こうと思ったものの夜に一人で出歩くのは危険なので誰かと行くにしても誰を誘うべきか考えた結果トレーナーしかいないので仕方なくトレーナーを誘ってみるアドマイヤグルーブ。今度の休日、予定は空いていますか？特に用事はないけど。そうですか。予定を聞いただけ？初天体観測に行きます。へえ、アルブが天体観測に。綾部さんからいい場所を教えてもらったんです。どこまで行くんだ？割と近場とか？少し離れた山です。登るのか？ええ、少し険しいようですが天体観測には最高だとか。なるほど、それが俺に予定を聞いた理由か。夜の山に一人で行くのもどうかと思っただけです。だったら友達を誘って行ったら？友達と？俺と行くよりも楽しいと思うよ。ほら、スケルインラブとかは、なんだかんだで仲良しじゃないか。あの子は私が倒すべきライバルです。変に慣れ合うつもりはありません。じゃあヤブルーブは日頃から気にかけてくれてるし。私の都合で上級生を夜の山へ連れ出せと？頼めば快諾してくれそうな気もするけど。ダメです。じゃあルーラーシップ。論外ですね。論外って？他には誰かいますか？仕方がないからあなたで我慢してあげます。まあ予定はないから別に言っちゃいいんだけど。じゃあ決まりですね。詳細は追って伝えますので。それでは。なんだったんだ。思ったよりちゃんと山だな。しっかり準備してきてよかったよ。その大きな荷物は何ですか？やたら重そうですけど。一応キャンプ用品に一式を持ってきたんだよ。テント、寝袋、簡易コンロ、非常食。随分と用意がいいんですね。夜の山だからな、備えあれば憂いなしってね。万が一の事態もこれで安心だ。アルブ？なんでもありません。行きましょう。そろそろ頂上か？地図ではこの先のはずです。アドマイヤベガもよくこんな場所知ってたな。人も全然いないし静かだ。だからこその天体観測ポイントなんでしょう。ほら、トレーナーさん。これはすごいな。星がめちゃくちゃ見える。アドマイヤベガが進めるだけあるな。これは来る価値がありますね。アルブ、あの星ってわかる？私が知るわけないでしょう。知らないのかよ。初めてだと言ったでしょう。トレーナーさんは詳しいんですか？二人揃って何もわからないな。そうですね。でもまあ、星が綺麗なのはわかる。ええ、それで十分でしょう。あのさ、アルブ。はい？誘ってくれてありがとう。何ですか？急に。こういうのも悪くないなと思って。昔さ、休みの日に誘ったら嫌そうな顔してただろ？担当とトレーナーが必要以上に慣れ合う理由はないって。それ以降は必要なこと以外ではあんまり俺から誘わないようにしてた。だからアルブに誘われて嬉しかったんだよね。それが仕方なしの人選だったとしても。やっぱり俺と一緒じゃ楽しくない？そんな人と一緒に来ようとは思いませんよ。ならよかった。あなたは？もちろん楽しいよ。そうですか。どうしたんですか？気のせいかな？風が強くなってきたような。言われてみればそんな気もしますね。でも山の天気は変わりやすいものです。そういうこともあるでしょう。ちょっと待ってアルブ、雪が降ってきた。なんですって？これはまずいぞ、吹雪になるんじゃないか？急いでテントを張ってやり過ごそう。ダメです。ここは障害物がありません。風速は25メートル前後まで上がります。テントでは耐えられません。やけに具体的だな。綾部さんから聞いていた情報ではこの山はそれくらいの風が吹くそうです。なるほど、そういうことか。まやわかっちゃった。もやじゃないけど俺もわかっちゃった。テントを張るにしても障害物のある場所じゃないとダメです。もしくは緊急避難用の山小屋に逃げ込みましょう。そんな山小屋なんて都合よく見つかるわけない。トレーナーさん、あそこに山小屋が。あるんだ。とにかく中に。わかった。ひとまずは安心かな。そうですね。アルブかなり濡れちゃったな。
寒くないか？少し待ってろ。何をしているんですか？緊急避難用の山小屋なら簡易的なものだとしても災害対策用の備えがあるはずだ。マッチとかでもあるんじゃないかと思って。え？暖房をつけました。そう。どうしました？いや、マッチとか言ってた自分がバカみたいだなって。そんなことはありません。マッチは燃料切れがなく構造がシンプルな優れた着火具であり緊急避難用のアイテムとしては最適です。この山小屋はたまたま暖房設備が備わっていただけの話で。流れ変わったな。流れは変わってない。初めっから規定路線だ。それよりもトレーナーさん、何か食べますか？え？ここの冷蔵庫、食料が充実していますよ。冷蔵庫まであるの？水道もありますよ。当然お風呂もあります。当然なの？吹雪で冷えた体を温めるために必要じゃないですか。ああ、トレーナーさんは人肌で温め合う派でしたか。そういうことじゃなくてさ。っていうかなんで吹雪限定なの？雨もありえるよね。それは、今まさに吹雪にあったので。ふむ。そういうプランなんだな。まあ、タメジロシティは妙な企画を打ち出したな。ちょっと待って、この天体観測って綾部さんからおすすめされたんだよね。これだからアドマイヤ感は。しかしここまで充実してると山小屋ってレベルじゃないよね。グランピング施設っぽく感じるもん。山小屋妖怪も生き残るためにはこれくらいを求められるんですね。多分違うんじゃないかな。電気や水が通ってるのはまあわかる、ライフラインだからね。でも Wi-Fi はおかしいでしょ。トレーナーさんは山小屋妖怪の何を知っていると言うんですか？そこ問い詰められるところなの。ほら、この Wi-Fi 爆速なんだけど。いいことじゃないですか。いいことかもしれないけど違和感があるよ。トレーナーさん。登山の手引き書が置いてあった。マウントホワイトアイは天候にムラがあります。悪天候時は避難小屋から移動せず天候の回復をお待ちください。各避難小屋の状況は管理センターで把握しています。山小屋にいれば無事は確保されますのでご安心ください。ちゃんと管理されてる山小屋なんだ。そうみたいですね。じゃあ下手に動かないでここで吹雪が落ち着くのを待った方が良さそうだな。ええ、朝まで待ちましょう。マウントホワイトアイ、マウントホワイトアイ、マウントホワイトアイ。ほらアルブ、ココアでも飲みな。ありがとうございます。寒かっただろ、まだ震えてるな。毛布もあるぞ。暖房もう少し上げようか。アルブ？なんでもありません。まだ寒い？少しだけ。じゃあ毛布もう一枚。こういう時は随分と手際がいいんですね。一応トレーナーだからな、担当馬の身を守るのは当然さ。風呂も沸かすか？すぐに準備するけど。お風呂はいいです。そっか。カイロもあったよ。使う？いらないです。まだ寒そうだけど本当に大丈夫？大丈夫ではないと言ったら？それならカイロなり握ってた方がいいんじゃないかな。いいんですよ。人肌で温めても。アルブ？手を。手？カイロはただ温かいだけ。心までは温めてくれないわ。私に手を握られるのは嫌？そんなことはなくて。そう。ならよかったわ。ちょっと驚いただけだから、アルブはこういうの嫌いだと思ってたし。またそれですか？いつまで昔の私を見ているんですか？契約したばかりの頃は確かにそうでした。慣れ合う必要はないとも言いました。あなたに対して随分とつっけんどんな態度も取りました。でも、今も同じだと思われるのは不愉快です。ごめん。謝ってほしいわけではありません。じゃあどうしたらいい？少しくらい自分で考えたらどうです？でも今の俺にはこうやってアルブの手を握っててやることくらいしかできないよ。わかってるじゃないですか。もう少しこのままでいてください。昨晩の吹雪が嘘みたいに晴れてるな。そうですね。というかトレーナーさん、大丈夫なんですか？大丈夫って？浴槽で寝ていたじゃないですか。体が痛くなったりしていませんか？それは全然大丈夫だよ。別に同じベッドで寝てもよかったのに。
おいおい、それは問題になっちゃうよ。だからといって浴槽で寝る必要はないんじゃないですか？同じ部屋で寝るのもまずいからね、必要なことだったんだよ。そうですか。あれ？山小屋のポストに何か入ってる。昨日は何も入ってなかったよな。誰か朝になって届けに来たってこと？新聞じゃないな、冊子？当施設をご利用いただきありがとうございました。施設。ここって普通の山なんじゃ。参加者の位置情報を常時監視、安全は保証いたします。ああ、やっぱりこの山小屋はしっかり管理されてるんだね。そのようですね。ねえアルブ。はい。目白ロマンチックサバイバルコース、お楽しみいただけたのなら幸いです。またのご利用をお待ちしております。これはどういうことかな？さあ、私には何のことだか。プラン詳細も記載されてるな。大自然で二人の仲を深めよう。厳しい本格登山で結ばれる固い絆。満天の星空でムードは最高潮に。突然の猛吹雪による身の危険から吊り橋効果を誘発。避難先としてご利用いただく山小屋はお客様のニーズにお応えするため新築ボロ山小屋冷暖房 Wi-Fi 完備をご用意しております。新築ボロ山小屋冷暖房 Wi-Fi 完備で冷えた体が溶けるほどの濃密な時間をお過ごしください。アルブ、一旦山小屋に入ろうか。温め合いますか？事情聴取だよ。天体観測。悪いけど私にはそれくらいしか思いつかないわ。でも静かに二人で過ごせるしゆっくり話す時間も作れるからあなたの希望にも合ってるんじゃないかしら。でも私は天体観測なんてしたことがないし。なら目白の体験コースを使ってみたら？体験コース。目白ロマンチックサバイバルコース。天体観測の後人工の吹雪を体験して山小屋で一晩過ごすの。どれだけ心の距離が離れていても急接近間違いなしでおすすめよ。なぜそこまで自信を持って言えるんです？だって体験したもの。そうですか。サバイバルを抜いた普通の天体観測だけでも楽しめるけどそちらにする？せっかくだしこっちにします。目白ロマンチックサバイバルコース。普通に行ったところであの人との距離感は変わらないと思うんです。それでは意味がありませんから。つまりアドマイヤベガからここを教えてもらったと。ええ。俺と一つ屋根の下で一晩過ごすために人工吹雪に俺を巻き込んだと。結果的にはそうなりますね。その結果を目指して突き進んでいたじゃないか。ごめんなさい。まったく、こんな回りくどいことする必要なかったのに。言ったろ？アルブに誘ってもらえて嬉しかったって。でもきっと俺も悪いんだよね。昔に引きずられてずっと遠慮してた。俺も勝手に気を使いすぎてたみたいだしこれからはもう少し普通にするよ。普通って？まあ、今回みたいに一緒に出かけたり？もちろん嫌だったら言ってくれ。そんなこと、ありませんから。そっか、ならよかった。じゃあ次は普通に星を見に来ようか。吹雪とかそういうのはなしで。それも悪くないですね。では早速サバイバルを抜いた目白ロマンチックコースで予約をしておきますので。俺は普通にって言ったんだけど。目白市長はどれだけ新しいイメクを増産し続けるのか。目白ゾウさん。ツインサテライトラブズオンリーキャノンが目白シティに発射されるんか。馬娘の幸せが保証される目白シティにツインサテライトラブズオンリーキャノンが発射されることはないんだ。トレーナー？馬娘の幸せがトレーナーの幸せでは？馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。